こんにちは、堀口教授です。今回はRIZIN 39の勝敗予想をしていきたいと思います。結構分かんない選手とかが多いので、全試合はやんないですけど、分かる試合を何試合か予想していきたいと思います。1人分かって1人分かんないとか多いので、その分かんない選手はちょっと映像を見たりして予想していきます。はい。じゃあまずは宇佐美翔パトリック選手対、藤井恵さんの旦那さん佐々木真二さんの試合をちょっと予想していきたいと思います。あんまり両方とも、スタイルが分からないのでこの試合は両方とも映像を見ます。ほとんど打撃ですね。完璧打撃の選手ですね。でもうまく蹴りとかも入れてるし、ディフェンスはタックルのディフェンスとかはそこまでうまくないですね。でもボクシングやってた割には基本的なボクシングではないですよね。基本のこういうジャブジャブストレートジャブジャブみたいなそういう感じではないですね。総合寄りのって感じですね。結構大振りも多いみたいな。寝技の対処はそこまでうまくないですね。でも一発がありそうな感じですね。やっぱりちょっと大振り系なんで、で勢いも若くていいんで一発当たればって感じですね。じゃあ対戦相手の佐々木選手の試合を見ていきます。多分最後成績を見ても判断します、はい、クオリティ上がってますね。ちょっと上げないと適当チャンネルなんで佐々木選手も結構大振りですね。大振りっていうか打撃中心ですね。だからRIZINさんが組んだのかもしれないですね。打撃同士で盛り上がる的な。分かんないですよ。映像両方の、まだ1試合ずつしか見てないんで分かんないですけど、今のところそういう印象ですね。成績見たら全然意見が変わるかもしれないですよ。この試合だけしか見てないんで。そうですね。今見終わったんですけど、お互い多分一発持っててガチャガチャ振り回していくタイプなんで、どっちかの KO 決着になりますよね。打撃のスキル的にはボディの内訳とかパトリック選手の方がやっぱボクシングやってただけあって、内訳とかはうまいんじゃないかなと思いますね。あれ見ますか、成績。でも一本勝ちも多いっすよ。 KO もできるし一本の方が多いですね。ベテランの選手ですね。そうですね。年が42歳、すごくないですか。まだ現役。寝技もできるんでね、パトリック選手に対しては寝技でいいかもしれないですね。パトリック選手がそこまでさっきの映像を見た感じ寝技はできないという感じだったので、勢いはパトリック選手があるんで難しいですね。パトリック選手が1ラウンドで KO かなと思います、佐々木選手がグラウンドすごいタックル行ったりして消耗しちゃって、それでバンバン打撃当ててってパトリック選手が勢いと、手数で勝つんじゃないかなと思います、次はじゃあ谷地選手対ボイド・アレン選手で、谷地君のもうスタイルは知ってるんで、ボイド・アレン選手が全然わかんないのでその映像を見てその後に成績を見て予想したいと思います。ちょっとボイド・アレン選手の映像が見つからなかったのでいつものデータでやりたいと思います。でボイド・アレン選手ボクシングがすごかったみたいでボクサーですねということなので、僕は谷地君の2ラウンドで、サブミッションを何か決めるんじゃないかなと思ってます。谷地君もそこまでねタックルとか寝技に行くイメージはないんですけど、言っても練習してるしできるんで、谷地選手がサブミッションで2ラウンドで勝つと思います。セダリオ選手対ヤノス・チューカス選手、の勝敗予想をしています。でヤノス・チューカス選手の今映像を見ています。結構よくわからない外国人を連れてきてその外国人が強いっていうケースが非常に多いので、確かに最近そうですね。成績も7勝無敗、7勝0敗ですけど、そこまで驚異的なものはないのかなと。打撃の選手ですね。
この見た感じだとスダリオ選手が打撃ででかい階級だからね、一発当たれば終わりですからね。120キロとかですよね。そうっすね。映像を見た感じだと、スダリオ選手のパウンドアウトかなと思います。立ち技で1ラウンド目にスダリオ選手をバーン当てて、それでグラウンドパウンドいって終わりかなと思います。1ラウンド目のスダリオ選手グラウンドパウンド勝利。次は梅野源氏選手対、トレント・ガーダム選手の勝敗予想をちょっとやっていきます。で、梅野選手ムエタイ出身で、前回の試合なんか物議を醸してたじゃないですか。コージ選手との試合の時になんかおかしいだろみたいな判定に言ってたじゃないですか。ここで肘ありルールなんで、肘ありルールキックボクシングルールなんで珍しいですね。じゃあどういう試合になるのか、ちょっと映像を見て予想していきたいと思います。トレント・ガーダム選手の映像をまず見ます。なんかトレント・ガーダム選手は、ムエタイのバンタム級王者でもあり、二刀流ファイターみたいな。雷神で井上直樹選手とも戦ってると。 MMA の試合映像にはなっちゃうんですけど、井上直樹選手の試合ちょっと見てみますか。そうですね。キックボクシングの選手なのになんかスタイルは MMA っぽいですね。普通に寝技もできてますね。なんかどっちかというと MMA スタイルなんですね。なんかキックボクサー的な感じではないですね。じゃあ梅野源氏さん、ムエタイの試合をちょっと見ていきます。もうやっぱ全くスタイル違いますね。ガーダム選手結構 MMA もできてたんで、距離もやっぱ MMA の選手の方がキックボクシングより遠いので、言ってもこの試合は次の試合は雷神キックボクシングルールなんですけど、ガーダム選手距離取ってるんで、梅野選手結構ガンガン前に出て、結構足止めてこうなんていうんですか、ムエタイスタイルで戦うスタイルなので、結構噛み合わない試合になるのかなと思います。難しいな、これは難しいな。判定で梅野選手ですかね。ここまでやっぱ噛み合わなくて決定打なく、判定で梅野選手が 3-0 で勝つと思います。じゃあ次は武田選手対ザック・ゼイン選手の勝敗予想をしています。で、武田選手は何回か映像を見てるんで、ザック・ゼイン選手の映像を見て予想していきます。なんかザック・ゼイン選手は、先日ハワイで雷神のトライアウトをやったじゃないですか。それの最終選考で選ばれて今回雷神デビューの切符を掴んだみたいですね。ザック・ゼイン選手の試合見てみます。ガンガン言うタイプですね。普通に強いですね。寝技も全然できてますよ。レスリングうまいですね。武田選手に似たスタイルなんじゃないですかね。そうですね。レスリング技術だったりとか、やっぱ武田選手の方が上なので、武田選手が判定で1本かな。でもあんまり決めてないですよね。試合全体で決めて勝つってあんまないですよね。だから判定で武田選手が勝つと思います。じゃあ次はいよいよメインの牛久選手 VS クレベル選手。で、牛久選手のちょっと映像を見ます。やっぱチャンピオンだけあって何でもできます。そうですね。牛久選手一発ありますね。この一発が怖いですけど、クレベル選手に込まれて、サブミッションで終わっちゃうんじゃないかなと思います。やっぱ一緒に練習してそう思う感じですか？そうですね。やっぱり寝技は本当にピカイチなところがあるんで、クレベル選手打撃でガンガンその牛久選手が言えば話は別ですけど、そんなにガンガンいくタイプでもないんで、見た感じクレベル選手がサブミッションで決めるんじゃ、そうですね。1か2だな。2で
いや3で3で、はい、結構牛久選手力強いと思うんで見た感じ、これ技も言った方がいいですか。結構いろいろうまかったからな、一緒に練習して。京二君も決められるぐらいなんですか。ああそうっすよ、うまいっす、うまいっす。もう道着来たら柔術着来たら何もできないです。着てなかったら逃げられたりしますけど、でもうまいっすね。そうっすね、バックチョークかな。はい、3ラウンドクレベル選手のバックチョーク。はい、今回はいつもよりちゃんと分析して、これで全然合ってなかったらまた最初のこの成績だけ見て勝敗予想するという形を取りたいと思っています。はい、はい、じゃあまあこんな感じで自分の勝敗予想は終わりです。じゃあこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、悪かったと思ったらバッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。